鮭ときゅうりのお寿司を作ります。今日は鍋でご飯を炊きたいと思いますので、研ぐところからやります。これ1カップで 2カップ入ってます。それで2カップで 150×2 で 300g のお米です。で水加減は、これなみなみで、180g 前後あるので、これお米2カップでこれ2カップの水加減で大丈夫だと思います。でまず洗いますね。さっと汚れを落とす程度で、もう今のはぬかとかそんなのあんまりついてないので3回ぐらい洗えばいいかなと思います。これでだいたいお寿司が4人分ぐらい食べられます。こういう水を切っといて、お鍋に入れて30分以上水につけといてください。そしたら先ほどの研いだお米と全然違って白くなってきます。そしたらお米がご飯を炊いてもいいよっていう合図になりますので炊きます。そしたら美味しく炊けます。絶対ね、お米の水分をね吸ってから炊かないとね美味しくないので、それでこのくらいの小さな鍋だと強火だと早く炊き上がってしまうので、中火ぐらいで炊き始めてブクブクっと言って泡が出てきたら弱火にして15分炊きます。それで10分蒸らします。はい、火をつけます。一番ガス台でも一番小さな火力のところで炊きます。つきましたね。はい、蓋をします。はい、吹いてきた。弱火にして15分です。15分だから今45分までね。きゅうりを塩でねちょっとしんなりさせます。なるべくこういうところも花が咲いたところギリギリ取ります。ギリギリまでね捨てないようにして、もったいないなと思うからこれもギリギリね、つけ根ギリギリ。それであと輪切りにします。ちょっと曲がったきゅうりですね。こういうのをね切る時もきゅうりを切るだけで精神統一ができるかなって私は自分なりにお野菜を切ってます。同じぐらいの太さに切れたかなとか、本当他のことを雑念入らないんですよね。はい、すごく楽しいですよ。料理して楽しみながらやらないとね。これでね 140g ぐらいあります。それで塩小さじ140、150として30、2分の1杯2分の1杯でしんなりさせておきます。こうやってね生で食べるので、こういうのを今はねやって揉んでおきます。きゅうりはすごく体を冷やすお野菜ですので、夏にはぴったしな食べ物ですね。喉が渇いた時とか、もう暑い暑いって帰ってきて、それで冷たくなったきゅうりにお味噌つけて食べたりしたら最高でしょ。美味しいね。梅干しを細かく切ったのを塗っても美味しいし、みずみずしいビタミン C がいっぱい入ってるから、カリウムも多いのでおしっこにでもいいそうです。こうやってしばらく置きます。そしたら今度は鮭ですね。鮭をほぐします。今日は焼きましたけど、焼いてもいいし、小さいお子さんがいる人は茹でて塩分を取り除く。茹でるとね、茹で汁の中に塩分が溶け出すので少ししょっぱさが還元されます。でこうやってほぐしておきます。皮は皮で捨てないで、あともうちょっとこんがり焼いてパリパリっとお茶漬けにしてもいいし、私なんかそのまま食べちゃいます。何しろ捨てるとこがないくらいね、
食べるものも大事にしてあげないと失礼でしょ。だからお食事をいただくっていうのはそのものの命をいただくので感謝しながら少しでも無駄のない食べ方をしてほしいなって思います。お醤油なんかかけてお皿をジャジャーっと流してしまったりする方も結構多いんですけど、そういうんじゃなくって残ったお醤油もきれいにお湯でゆすいで煮物の中に入れちゃったり、それから炒め物の中に入れちゃったり、無駄のないようにしてほしいなと思います。よくね、西洋料理なんかでスープパンでお皿をきれいにして食べてる食べ方もあるでしょ。それと同じように全て調味料も無駄にしないで、捨ててしまったらゴミですけど自分の体の中に入ったら栄養になるんだもんね。だからそういうことを大事にしながらお孫さんとかお子さんに伝えていってほしいなと思います。きれいに取れたかな。これは青身の魚じゃないので離乳食なんかには割と早くから食べてもらってもいいお魚だっていうふうに言われてますよ。このアスタキサンチンという色素がすごく抗酸化作用があって元気になる食べ物ですし、それからがんの予防なんかにもなると言われてますので、この色素がすごく大事。鮭のね、このサーモンピンクが元気の源になるそうです。できればしょっちゅう食べてほしいお魚の種類ですね。今お魚も高くなってますので、なるべく無駄にしないように美味しく食べてほしいなと思います。はい、このくらいで骨も全部取れました。45分なので、はい、ご飯止めます。はい、今15分弱火にして炊きました。その後10分蒸らします。その10分蒸らすっていうのはすごく大事で、お鍋からご飯が剥がれやすいんです。10分前にかき混ぜてしまうとお鍋にご飯がくっついてしまう。そのタイミングがね、すごくね大事、基本ですね。またそれが先に行ってしまうと今度水分がお鍋とかにくっついてしまって剥がれにくくなったりさっくりといかないんです。だから10分っていうのを時計見ながら、今はね何でもタイマーとかがついてますけど、その感覚も自分で養うっていうのも大事かなと思います。10分経ったかなとか時計を気にしながら料理を作るっていうのもすごく大事かなと思います。いい加減じゃなくていい加減にお料理をしたいと思います。今度大葉をね、しその葉っぱ、青じそですけど、ビタミン C とかカルシウムとか鉄分とかものすごくいろんな栄養が入ってます。抗酸化作用で本当に殺菌効果もあるので、なるべくこういうものをいっぱい夏はお腹壊したり冷たいものを飲んだりしてお腹の調子が悪いななんて思う方がいらっしゃるけど、こういう殺菌効果のあるものを食べるといいですよ。ニンニクとかみょうがとかね、それから生姜とかね、とかこのしそとかね。はい、でこれを千切りにしますね。これは出来上がった上にパラパラっとかけたいなと思います。はい、アクがあるのでちょっと水にさらしますね。そしたらあんまりねつけてると栄養価が飛んじゃうから、こうギューッと絞って後で上に出来上がった上にパラパラっとかけます。そうめんとかね、おうどんの付け合わせにもいいし、天ぷらにしてもいいし、お醤油とごま油でつけてもいいし、今盛んに出回っているものを大いに食べたいと思います。今度はお寿司の合わせ酢を作ります。1カップのお米に酢が20、砂糖が7、塩が3の割りで混ぜると何合炊いても何カップ炊いても同じ味になりますので、一応基本的には3721って覚えて、本当は20ですけど21って覚えておくと覚えやすいんです。もう寿司酢とかそういうの買ってる方が多いんですけど、簡単に自分で作れますので、2カップだから酢は3720とか40ですね。
40入れますよ。だし40で7だから、砂糖が7だから14ですね。面白いね。一つのゲーム的な感覚でお料理をすると楽しいかなと思います。あ、覚えなくちゃとか、もうめんどくさい、もう忘れちゃったって言って買ってきた寿司で使うよりも楽しいですよ。3721って覚えてください。どんなお寿司でも大体この味でいい味になります。お魚だけのお寿司とかそういう時にはちょっと砂糖とか入れないっていう方もいますけどね、はい、それではまた0にして3721の塩が3ですので 6g 入れます。これで6いくかな、これで5かな。あ、ぴったし6。面白いでしょ。こういうのをね、お孫さんとかお子さんにやらせるとね、すごい楽しくて喜びます。本当に几帳面にやるんですよ。いい加減じゃないんです。あ、数字がちょっと違ったとか、入れすぎちゃったら困るからビクビクしながら少しずつやったりとかね。それでも失敗してもまあね、成功のもとだから。で、これをよく混ぜときます。よく溶いていきます。塩とかね、砂糖は溶けづらいのでよく溶かしておきます。これで2合の2カップの寿司飯の合わせ酢ができましたよ。はい、55分になりました。そっと開けます。はい、あ、美味しそうに炊けた。それで必ずしゃもじは水で濡らしてからお仕事してください。本当は半台って木の桶、それに移すと水分が飛ぶので水っぽくさがなくなるからいいんですけど、半台のあるうちは少ないのでボウルでよく炊けてます。全くご飯一つ炊くんでも一喜一憂ですよ。今日は硬かったかなとか、今炊飯器だからね、そんなこと言われないでしょうけど、それでも逆にね、今日は硬かった、今日は少し柔らかかったって子供や家族が言ったとしたら、あ、この人たち感じてるんだなと思って喜んでください。はい、ここに合わせ酢を入れます。で切るように混ぜます。よくね、まんべんなく。ちょっとうっすらお焦げもできて美味しそうですね。だからやっぱり分量はカップ通りで大丈夫。2カップだったら水もその通りに入れれば間違いないですよ。だから災害があった時にお米があっても水加減どうしたらいいか分かんないって言ったら、お椀ならお椀が1個あったらお椀1杯にお米を入れたら1杯の水入れて炊けばご飯ができちゃうから、ビクビクしないで美味しいご飯を炊けることができます。ね、どんなことがあるか分からないので、そういうこともこう気にかけて覚えておいてほしいなと思います。はい、そしたらちょっとうちわで仰ぎましょう。こういうのうちわで手早く、そうすると艶が出ます。だいたいお寿司って出来上がりよりも1時間ぐらい経った方が味が馴染んで美味しいそうです。でも冷めてもお寿司って美味しいですよね。で、夏は酢がクエン酸の働きで疲労回復になるので、ね、お寿司なんか喉越しがよくていいじゃないでしょうか、ね。で、そこに鮭を混ぜますよ。これ2切れだけど結構ね、2切れで 150g ありました。美味しそうでしょ。そしたらここにきゅうりを絞って入れます。でもちょっと粗熱が取れた方がきゅうりがね、生だとあったかいのと混ざると傷みやすいので、粗熱取れてから混ぜてください。まだちょっとあったかいからちょっと待ちます。こっちをぎゅーっと絞って、
そしたらごまも入れたいんです。ごまにはね、素晴らしい美味しい良質な脂肪と、それからカルシウムもあるし鉄分もあるし、このいりごまですけど、いっただけなので、そのままつぶつぶだとね消化されないので、ちょっとねお皿とかでこう潰します。すり鉢を出すほどのものでもないので、音がしますか？半分ぐらいこうやると、これをこの中に入れます。ごまもね、食卓に置いといてしょっちゅう食べてほしい食材ですよ。なんかサプリメントでもね、セサミンなんて言って横文字で言われるとお年寄りなんかわからないけど、ごまって言ってくれればいいのにね。はい、きゅうりを混ぜます。鮭の量が多そうでしたらお米3カップでいいかもしれないね。今日は2カップでしたけどね。そしたらお皿に盛りますね。で、青じそを振りかけて、新生姜が今ね出回ってるので千切りにして熱湯をかけて赤い梅酢でつけてください。そうすると紅生姜ができます。とても焼きそばにも合うし、それからこういう冷やし中華にも合うし、お寿司にも合うのでとても便利な、ここにもみのりを振りかけてもいいし、その辺はお好みに合わせて召し上がってください。とても色が綺麗でしょ。やっぱり見た目も綺麗じゃないと食欲もそそりませんので、赤い色とか本当にこういう鮭の色とかは美味しそうだっていう食欲が出る色ですね。そういうのもお献立考えるときは配色も考えて作ってみてください。ちょっとなんか色気がないな、色目がないなっていう時なんかはトマトをちょっと飾るとかね、それからパプリカをちょっと素揚げにして脇に添えるとか、そういうことも心がけて作ってみてください。